しめ縄の代わりに紙皿を使って作る、さらに画用紙を材料に使った、正月の締め飾りですね。こちらの作り方をご紹介していきます。それでは作っていきます。まずはしめ縄の方から作ります。使用するのは紙皿2枚。まずは1枚。紙皿の1枚、どこでもいいので切れ込みを入れます。切れ込みを入れたら、この縁の部分に沿ってハサミで切っていきます。縁の部分を切りました。これをですね、もう1枚も同じように切ってください。もう1枚も同じように切りました。ちなみに今回使用したのが、紙皿の18センチのものになります。次に紙皿のこの切った部分、ここにボンドを塗ります。ボンドを塗ったら貼り付けます。貼り付けたらもう1枚も同じように貼り付けます。上の部分を貼り付けたら、1枚の紙皿の縁の部分に4箇所ほどボンドを塗りまして、ボンドを塗ったらもう1枚の紙皿の縁を合わせて貼り付けます。これでしっかりした硬いベースのものを作ります。紙皿の基礎が作れましたら、今度は肌色の画用紙を使います。こちらの画用紙は高さが3センチ、横幅が29センチになってます。A4 サイズの画用紙を、3センチで切った形になります。画用紙の1枚端っこの部分にボンドを塗ります。ボンドを塗ったら、紙皿のこのへこんでいる側の方、こちらに貼り付けます。貼り付ける際はまっすぐではなく斜めにして貼ってください。もしも角度がわからない場合は、一旦当てて、で、この状態でくるくると巻いて、それで角度の方を確かめてください。ボンドが貼り付いたら、これをくるくると巻いていきます。少し巻きました。巻いた際に、この紙皿の部分が3センチ以内になるようにしてください。この帯よりも狭くなれば大丈夫です。ある程度巻いたら、末端のところにボンドを塗ります。ボンドを塗って貼り付けます。このように1枚巻いて1枚貼り付けて巻いていくっていうやり方でもいいのですが、この貼り付けた先の方、ここにもまたボンドを塗って、でもう1枚を貼り付けて、で、あらかじめ長い帯を作って巻くのもいいと思いますので、お好みのやり方で作ってみてください。ボンドが貼り付いたらこれをどんどんと巻いていきます。ある程度巻いて、スタート地点のところまで持ってきましたら、巻いた画用紙が緩くなりすぎていないか確認していただいて、大丈夫であれば、スタート地点のところの上にボンドを塗って、そして貼り付けます。貼り付けたら余分なところは切ってしまいます。1周目に巻き付けた画用紙ですが、合計で4枚使用しました。残りの画用紙ですが、1枚目を貼り付けてスタート、そして終わった部分のこの横のところ、ここに貼り付けて巻いていきます。なので、ボンドを帯の方の末端に塗って、そして横に貼り付けます。ボンドが貼り付いたら、この帯を残りの隙間の部分を埋めるようにして巻いていきます。2周目の画用紙をスタート地点まで巻いたら、スタート地点のところ上にボンドを塗って、そして末端を貼り付けます。これでしめ縄の表現の方が完成になります。次は椿の花の方を作っていきます。使用する画用紙は15センチと15センチの正方形になります。折り紙でも作ることができます。まずはこの紙を半分に折って、そしてさらに半分に折ります。半分に折ったら、これを三角に半分に折ります。次にこれに下書きを書きます。ハートのような形の半分ですね、を書いていただければと思います。はい、下書きを書きました。下の方は中心よりもやや上あたりで切ります。ハサミで切りました。今回のはだいたい6センチで切ってます。次にこれを開いて、下の先端のところからだいたい 1.5 センチか2センチくらいのところに切れ込みを入れます。切れ込みを入れたら今度は上の方。切れ込みを入れたら今度は上の方。鉛筆などの丸いものを使ってこのように内側の方にめくります。反対側の方も同様に
はい、このように先端の部分をカールさせました。これで同じものが、4枚出来上がります。このうちの一番外側、鉛筆で下書きを書いたもの、これをもう1枚の型紙に使います。もう1枚の画用紙を同じように折ります。もう1枚も同じように折ったら、先ほど切ったこちらの花びらを当てて、これに下書きを書いていきます。はい、下書きを書きました。そしたらこれをハサミで切ってください。はい、ハサミで切りました。これもですね、同じように、加工してあげてください。花びらを合計で8枚作りましたが、今回は6枚使用します。次に、この花びらの下の切った部分、この切った部分の片方にボンドを塗ります。ボンドを塗ったら、塗ってない部分を上にして、重ねて、貼り付けます。こんな感じです。重ね幅はだいたい1センチになります。ここら辺はお好みで大丈夫です。同じ幅で貼り付けるものを残り2つ作ってください。同じような幅で残り2枚も貼り付けましたら、残りの3枚ですね。こちらも同じようにボンドを塗って、そして少し浅くですね、1センチじゃなくちょっとだけ浅めに貼り付けます。こちらはだいたい8ミリぐらいで貼りました。これも残り2枚を同じように貼ってください。残りの2枚も貼り付けましたら、最初の方で貼り付けたここの幅が1センチ程度のものですね。これを貼っていきます。真ん中あたりに、貼り付けた真ん中のあたりにボンドを塗って、で、もう1枚を同じように少し角度を変えて貼り付けます。貼り付けたらさらにボンドを塗って、もう1枚を貼ります。はい、このような感じで、三角形を作るような感覚ですね。で、貼ります。次に、重ねて貼ったのが8ミリ程度の紙ですね。この貼り付けた部分にボンドを塗って、そして先ほど貼ったもののこの花びらと花びらの間のところに貼っていきます。貼り付けたら残りの2枚もですね、ボンドを塗って、そして花びらと花びらの間のところに貼り付けます。もう1枚も同じように貼ってください。6枚貼り付けたら今度はおしべを作ります。この黄色い画用紙は高さが 2.5 センチ、幅が15センチになってます。まずはこの画用紙を半分に折ります。半分に折ったら開いて、で、真ん中の部分に切れ込みを入れます。だいたい 1.5 センチほど切れ込みを入れました。真ん中に切れ込みを入れたらこれを閉じて、で、端っこの部分からひたすら切れ込みを入れていきます。端の方までハサミで切ったらこれを開きます。開いたら鉛筆など筒状のものを使って切り込みを入れた部分をこのようにカールさせます。はい、ある程度カールできましたら、今度は下の切れ込みを入れていないところを鉛筆を当ててこのように少しカールさせていきます。このようにカールさせたら親指と人差し指でつまんで、人差し指に巻きつけていきます。そして末端のところにボンドを塗ります。そして貼り付けます。はい、このような感じのものを作ります。ここまでできたら先ほどの花びらの真ん中のところに貼ります。黄色い画用紙の下の縁の部分にボンドを塗ります。ボンドを塗ったら貼り付けます。これで椿の花が出来上がりました。この椿の花を赤い画用紙でも同じように作ってください。椿の花ができたら今度は譲り葉を作ります。この紙は15センチ、15センチの正方形になります。まずはこの紙を半分に折ります。半分に折ったらさらに半分に折ります。この状態で折っている側を折ったらこれに下書きを変えていきます。向きを変えて折っている側を中心になるように葉っぱの形を変えていきます。譲り葉は細長い葉っぱになりますので、結構長く描いていただいて大丈夫です。はい、このような感じで細長い葉っぱを描きました。あとはこれをハサミで切ってください。はい、ハサミで切りました。切ったら開いて、もう一度閉じて、この斜めの状態でジグザグに折って、折り筋を少しつけていきます。ある程度折ったら伸ばして開きます。はい、このような感じで作りました。もう一枚も同じように作ってください。譲り葉を作ったら今度は松の葉を作ります。こちらの紙も15センチ、15センチの紙になります。この画用紙を半分に折ります。半分に折ったら、この開いている方をこのように向けまして、
ハサミで端の方から切れ込みを入れていきます。折れ目側だいたい1センチぐらい残して切っていきます。これを端っこの方まで、切っていきます。端っこの方まで切ったらこれを開きます。開いたら真ん中の部分をハサミで切ってしまいます。ハサミで2つに切ったらこれを丸めていきます。丸める際はこのまままっすぐ巻いていっていただいてもいいですし、少しばかり斜めにしてですね、丸めていっても大丈夫です。斜めに丸めることによって段差ができますので、先端がやや丸まっているような感じで仕上がります。これはお好みで作ってみてください。あとはボンドを下の方に塗りまして、そして貼り付けます。これをもう一枚も同じように作ってください。もう一つも同じように丸めました。で、丸めましたらこの末端、ボンドを貼り付けた部分を少し手で潰すと上の部分が広がってきますんで、これもお好みでやってみてください。続きまして水引き代わりの帯を作っていきます。この画用紙は幅が5ミリ、長さが29センチになります。この画用紙の端っこの方にボンドを塗ります。ボンドを塗ったら貼り付けます。貼り付けたら次の末端の方、ここにもボンドを塗ります。ボンドを塗ったらもう1枚を貼り付けます。合計で3本の帯を1本につなげました。帯のボンドが貼り付いたらこれを巻いていきます。はい、2周ほど巻きました。そしたら最初の方で作ったこちらの紙皿に真ん中ら辺に来るように当ててみます。この帯につきましては紙皿の上の方に貼り付けるので、少し斜めのところに貼るような感じになります。帯の輪っかのサイズが決まったら、この指で押さえてる重なってる部分、ここにボンドを塗って貼り付けます。1箇所貼り付けたら、もう1箇所も同じようにボンドを塗って、そして貼り付けます。こんな感じのものを作ります。そしたら白い帯も同じように作ってください。白い帯でも同じように作りました。そしたらですね、このままですと貼り付けづらいので、このボンドで貼り合わせている部分を斜めに折ります。こんな感じです。もう一つも赤い帯の方も同じように斜めに折ります。この状態で後々ここに貼り付けます。次に扇子の方を作っていきます。扇子は折り紙を使用します。まずは折り紙を半分に折って、そしてさらに半分に折ります。で、また半分に折ります。半分に折ったら手前の方だけをこのように半分に折ります。折ったら裏返して、裏側も同じように手前に向けて半分に折ります。折ったらこれを広げます。開くと折り方がバラバラになってますんで、これを山折り谷折り交互の蛇腹折りに直していきます。蛇腹状に折り直しましたら、これを畳んで、さらにこれを半分にします。上の部分が合うようにします。上の部分があったら下の方を折ります。次にボンドで真ん中の部分をボンドを塗って貼り付けます。はい、これで扇子の方の完成になります。次に作ったものを貼り付けていきます。お好みでいいのですが、緑色の画用紙の切れ端があれば、椿の花の葉っぱを作っていただいて、で、貼り付けてみるのもいいのかなと思います。これはお好みで作ってみてください。椿の葉っぱを作って裏の方に貼り付けました。これはお好みで作っても作らなくても大丈夫です。では貼り付けていきます。まず最初に帯の方を貼り付けていきます。赤い帯と白い帯をこのように重ねてもいいですし、このくの字に折った部分を合わせて貼り付けてもいいです。これはお好みでやってみてください。今回はこの折った部分にボンドを塗って、そして赤い帯の折った部分に差し込んで、このような形で貼り付けたいと思います。作ったものを貼り付けるのは、この紙皿の方を立ててみると、出っ張っている側と凹んでいる側がありますんで、この出っ張っている側の方に貼っていきます。紙皿の内側の出っ張っているところにボンドを塗ります。ボンドを塗ったら作ったものを貼り付けます。ボンドがしっかり貼り付いたら次のものを貼ってください。
次に扇子を貼り付けていきます。扇子の裏側の方、先端あたりのところにボンドを塗ります。できるだけ広い面に塗るのをお勧めします。はい、こんな感じです。塗ったら帯の上あたりに貼り付けます。扇子を貼り付ける際に、これを横から見ると、このように斜めに飛び出ているので、机に置いた際にこのように外れてしまい、机に当たって外れてしまうので、ボンドなどをこのように枕の代わりに置いて、そうすると机に当たらずに、乾燥できるかな、貼り付けることができるかなと思います。次に松の葉を貼り付けていきます。この先端の部分にボンドを塗って、そして帯と扇子の間ら辺にこのように差し込み、このように貼り付けます。もう一枚も同じように貼り付けてください。貼り付けたら今度は譲り刃を貼り付けます。譲り刃の先端ではないちょっと太い側の方にボンドを塗ります。ボンドを塗ったら松の葉の根元あたり、ここに1枚貼り付けます。譲り刃を貼り付けました。ちょっと一つ訂正なのですが、最初のタイミングで扇子の方を貼り付けましたが、こうするとちょっと斜めになってしまいますんで、先にこの松の葉っぱの方を、扇子よりも前に貼りまして、でこの松の葉を扇子の枕代わりにして、で扇子をですね、斜めではなく、ややまっすぐになるようにやるといいのかなと思います。では続きまして、譲り皿の方を貼ります。もう一枚の上の方にボンドを塗って、松の葉のやや下あたりに、貼り付けます。こんな感じです。椿の花を貼っていきます。この裏の方にボンドを塗ります。できるだけ多めがいいです。そしたら、松の葉の根元あたりに乗せて、で、貼り付けます。ボンドがしっかり貼り付いたらもう一つを貼り付けます。もう一個も同じように裏の方にボンドを塗って、そして貼り付けます。はい、これでしめ縄飾りの完成になります。扇子の貼り付け方について少しばかり斜めになってしまうとお話ししてますので、ここをですね、この扇子と基礎の紙皿のところですね、ここに松の葉、または、いらない紙を丸めたものを枕代わりにして貼り付けて、これが斜めからまっすぐになるように調整してみてください。あと貼り付けるものにつきましては、地方によっても貼り付けるものも違いますし、梅の花でもいいかもしれませんので、ぜひお好みのものを貼って作ってみてください。それでは今回はですね、紙皿をベースに、やや簡単めに作れる締め飾りの作り方のご紹介でした。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と動画の高評価もお願いします。